ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。マドレーヌ&アップルケーキ、1998円です。シェル型のマドレーヌは定番のプレーン。このフィナンシェのようなものがアップルケーキで新商品ですね。それぞれ10個ずつで20個入り。1個あたりは 99.9 円。加工日は今日。消費期限はあさってなので加工日含めて3日です。マドレーヌは 45g。長いとこで 87mm、幅は 50mm くらい。高さは低いとこで 19mm くらいです。アップルケーキは 60g。長いとこで 90mm、幅は 49mm くらい。高さは 24mm くらいです。カロリーについては2種類あるのに 100g あたり444キロカロリーとしか書いてないです。いつものことですけれども、高いですよってことだけはわかります。断面はこんな感じです。マドレーヌは定番安定の美味しさですが、アップルケーキと比べるとマドレーヌは塩味を強めに感じます。アップルケーキには角切りリンゴが入っていて、リンゴのシャキシャキした食感が良いです。マドレーヌと比べると甘めです。期限までに食べきれそうにない分は一つずつラップして冷凍しました。そのままの放置で期限ギリギリに食べたものは、マドレーヌは少しパサついていますが、アップルケーキはしっとりしていて問題ありません。むしろ加工日当日より美味しいと思いました。アロハトレジャーズ 454g 入り2098円です。新商品です。ハワイ土産で有名なハワイアンホーストのチョコレートです。アロハマックミルクとマックナッツクランチの2種類が入っています。原産国はアメリカ。賞味期限はものすごく見づらいんですけれども、来年の9月です。購入日から11ヶ月です。アロハマックミルクは15個。マックナッツクランチは21個で、合計36個でした。ランダムかどうかはわかりません。アロハマックミルクは 14g。長いとこで 45mm、幅は 27mm くらいです。高さは 17mm くらい。1個あたりは80キロカロリーです。マックナッツクランチは 10g。直径はトップで 31mm。高さは 15mm。1個あたりは50キロカロリーです。アロハマックミルクはパッケージのイメージ通りマカダミアナッツが2個入っています。お土産で有名なマカダミアナッツチョコレートそのままです。少しブルームが出ていますが安定の美味しさです。まさにハワイのお宝って感じですね。マックナッツクランチはグラシンカップに入っていておしゃれです。割ってみるとクラッシュマカダミアが少しとライスパフがたくさん入っています。ザクザク食感で美味しいですけれども、やっぱりアロハマックミルクが好きかな。こちらをね、たくさん入れて欲しかったなと思います。ブラックサンダーミニバーの期間限定ガトーショコラ 837g のビッグシェアパック998円です。ストロベリーチップ入りです。ちなみにいつもの 840g のは899円です。製造は愛知県、賞味期限は来年の8月です。約10ヶ月です。59本入っていました。1本あたりは72キロカロリーです。定番ブラックサンダーと比べるとミニバーなのでとても小さいです。ブラックサンダーはローソンアプリで3ヶ月に一度無料クーポンが配布されます。アプリを入れておくとお得ですよ。ブラックサンダーは 20g、ミニバーは 14g です。長辺が 42mm、短辺は 22mm、厚さは 15mm です。ココアクッキー入りブラックサンダーとは見た目も食感も全然違います。しっとりして味も濃厚です。ストロベリーチップはパッケージのイメージより小さくて目立ちませんが、ストロベリーの香りと酸味はしっかりあります。裏切らないいちごチョコ味で美味しいです。ベトナム産生パンガシウスフィレ 100g あたり218円で1145円です。
メルマガ掲載品です。なるべく小さいのを選んできました。加工日は昨日、消費期限は明日です。加工日含めて3日です。今回はすべてフライにしました。柔らかい身なので氷温チルドに入れておくと扱いやすくなります。4分割してからシーズニングソルトをまぶします。バッター液にくぐらせてパン粉をつけて揚げました。うちは揚げ物には米油を使っています。タルタルソースの代わりにレモンドレッシングをかけました。宮崎県産里芋 1kg 298円です。大きさはバラバラですが13個入っています。コストコで里芋を買ったのは初めてなのでサクッと保存方法をご紹介します。一つずつ新聞紙かキッチンペーパーで包みポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室です。冷凍もできます。水につけて解凍すると皮がつるっと剥きやすくなりますが飲めるので多少扱いにくくはなります。でも火の通りは早いので味噌汁などちょっと使いたい時には便利です。里芋の煮っころがしを色よく仕上げるコツは最初に調味料を絡めて炒めてから水を入れることです。里芋はしっかり洗って皮を剥いたら塩もみをして洗い流します。鍋に里芋を入れて鶏ガラかつおだしと砂糖と醤油を入れて絡め火をつけて炒めます。煮詰まったら水を浸るくらいに入れて落とし蓋をし煮ます。再び煮詰まったらみりんを入れて絡めツヤが出るまで転がします。解凍のマグロのたたき 500g 1598円から100円オフです。加工日は昨日、消費期限は明日です。加工日含めて3日です。加工日は昨日ですけれどもなるべく下の方の凍っているのを選んできました。まだ凍っています。メバチマグロは中国、韓国、その他。キハダマグロは日本、韓国。製造は静岡県です。今回は鉄火巻きとリッツとクリームチーズがお安く買えたのでイタリアンカナッペにしました。マグロのたたきとバルサミコ酢と醤油とオリーブオイルをかけて混ぜます。クラッカーにきゅうり、クリームチーズ、マグロを乗せて出来上がりです。ラスカスクリームチーズ1398円です。通常価格は1998円。値上げで買いづらくなっていましたが、賞味期限間近ということでお買い得でした。キリとの比較動画もありますので概要欄のリンクからご覧ください。原産国はアメリカ、賞味期限は11月11日です。2週間しかないのでそのまま冷凍してみました。そしてそのまま自然解凍です。見た目はボソボソした感じにはなりますが普通に美味しくいただけました。冷凍の生食用シーフードミックス 1kg 入り2480円から300円オフです。エグゼクティブ会員限定です。エビとイカはベトナム、ホタテは日本、ムール貝はチリ産です。賞味期限は来年の9月です。約10ヶ月ですね。シーフードと野菜とブリのオイル蒸しを作ります。エビが下の方にあったりと偏っているので掘り出しつつボウルに出して塩水につけて解凍します。塩水は結構濃いめです。 500ml に塩は大さじ1、陶器は常温で1時間放置します。フライパンにオリーブオイルと刻んだニンニクを入れて火をつけます。香りが出てきたら水気を拭き取ったシーフードを入れて炒めます。ざく切りキャベツ、砕いたマギーブイヨンとクレイジーソルト、エンジェルスイートトマトを入れて蓋をして2分弱火で蒸し焼きにします。切ったブリを入れて蓋をして蒸らします。今週のお酒はイタリアのオーガニックワインサントリータベルネッロオルガニコサンジョベーゼ、キャンペーンでいただいたものなのでコストコとは関係ありません。熟した果実とスパイスの甘い芳醇な香りと味わいでとても美味しいです。料理も人も選ばない飲みやすいワインだと思いました。
おつまみはシーフードと野菜とブリのオイル蒸し、鉄火巻き、マグロのたたきのイタリアンカナッペ、牡蠣とブリとプルーン、ナトリのサラミ、エンジェルスイートトマトです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。